作って体を調整しているんだということになります。特許の方からお見せをしましょうかね。私が腸内細菌っていうものをもう絶対にお若い時に体の調子が悪いならば腸のバランスをきっちりと元に戻さないともう嫌な人生を歩まないといけないわけです。だけど腸を改善させるのはもともと人間の菌じゃないとやっぱり増殖できない。お母さんからの産道でもらいます。確かに口の中に入っていって、そこからお母さんの産道の菌を口で入れて、そして腸の中で増殖させていくことで、増殖することによってですね、どんどんお腹の中に増えていきます。で増えていってからじゃないから増えていかないと物が食べれないんですよ。ご飯を分解する力がありませんので。そして腸重毛というものをどんどんと腸重毛が結局腸のところに生えていくことで、腸重毛、この1ミリの径が腸の長さで言えばテニスコート2面ぐらいのところに1ミリの毛がこのように生えて、肉眼では見えませんけれども、ここに1本の中に毛細血管が入って、ここからご飯が吸収するわけです。ですからこの毛が少ない人は吸収したくてもその量が少なくなってしまう。同じものを食べててもその人によっては栄養を食べてても全部流さないといけなくなる。結局吸収ができるかできないかっていうのはこういうところに決まってきますね。なのでこの上に善玉菌がわーっと善玉菌ありますか。善玉がここに乗ってるわけです。ここで栄養を最終分解します。だから消化酵素は大根切りみたいな感じ。あとは腸内細菌を分解してこの中に入れていきます。それでやっと血液の中に入るわけですね。そういうことで腸内細菌が腸重毛を元に戻して腸を改善させていきますよということですけれども、やっぱり腸の中で善玉菌が少なかったら毒物にタンパク質を特に分解できません。特にタンパク質が分解できないからタンパク質のまま腸のところに残ってしまう。そうするとこれが毒素に変わりアレルギー反応が起こるということになりますので、腸内細菌を増やしておくとアレルギーなんかも、ここのところで、特許を取ってるわけですけども、抗発がん剤というのは、がんっていうのはね、そのがんの話をしようかなと思うんですけど、がんというのはちょっと電気つけていただいてもいいですか。なんか私がんだったんですとかって、いや、がんになるのがみんながんになってる。皆さんも今日がんになってます。何回がんになってるから10分に1回がん細胞が生まれてます。1日5000個のがんができてるんですよ。だけどそのがんがですね、細胞分裂してどんどん大きくなっていかないように、大きくならないように白血球というのがいつも殺してる。食べて殺してます。だからちゃんと腸内細菌をきちっと持ってて、白血球もきちっと作れるようになって、どんどん白血球の数を増やしていくことができるならばね、もともと白血球を作るのは善玉菌ですから、善玉菌の多い人ほど白血球をたくさん作れるわけですよ。だからがんにならない人、なる人っていうのもはっきりしてるんです、これ。だからがんというのはなるんじゃなくて、がんを殺せなくなることががんになるんです。なのでみんながんになってます。だからがんは遺伝だとか、いや、もちろんみんな遺伝ですよ。これ生まれた時はがん細胞をもらって、お母さんのがん細胞をもらってますから、がんはどんどん繁殖してます。だけど一つの1センチこうなって
1センチ、この周囲が1センチになった時に、ああ、がんだって分かるんですね。でこれになるまで10年ぐらいかかるんですよ、最低で。長かったら30年ぐらいかかってる。だから1センチ見つかるまでがんがこういろんな血液こういろんな調べてると、あっってこう見つかるまで10年から30年ぐらいかかってる。でね、こういうがんはあるし、それが先ほど言いましたっけ、この回で言いました、外側から入ってくる。まだ言ってない。だから経皮毒、すごい毒物ですよね。化学薬品がこの毛細血管に外側から入ってくる。これはありえないですけれども、これこそが本当にがんウイルスを本当にパワーアップさせる、進行がんに変える。私はそう思いますね。普通のがんと違う、一瞬で1年で死んでしまう進行がんと普通のがんがあるんですけど、普通のがんっていうのはこんなのプリットなんですよ。でこのがんはこういうがんっていうのは中にあって、こうどんどん出順していって、隠れパワーアップしてる進行がんっていうのは絶対表に出てこないんですよ。どんどん下へ行くんですけど、上に出てくるポリープっていうのはもうね、もうおとなしいがんなんですよ。なのでこういうがんにもし私たちががんになって、これ白血球が少なくなってしまうとね、見つけられないって言って勝手に育ってしまうわけです。いつまで殺してるはずだよね。なので、がんっていうのはそんな怖いもんじゃなくて、やっぱりその時に冷静になって、やっぱ免疫を上げるということが非常に大切だ。それから血液をきれいにしていったり、水をたくさん飲んだりとかいう、もう時間もそろそろ15分ぐらいになってきましたから、食べるその免疫力をグワーッと上げておく食生活をしていくことによって、ここにある、例えばここにがんがあったとしましょう。だけど私はこのところのことばっかりを集中しているのが医学だと思う。ここばっかり考えるの。そうじゃなくって、私は腸を良くして、腸自身を良くして、ちゃんと体の中のところに栄養をちゃんと与えて、ものすごい高い免疫力を与える食事をしていけば、こういうものなんていうのは全部傷を治すような状態で私たちの体は治すことができると思ってます。だからよく聞くでしょ、がんがなんか小さくなってなくなったとかっていうのは、免疫上げたら方の話だと思うんですよ。だけどこういうものっていうのはね、本当にもう今はね、髪の毛テロテロにしたりとかね、本当になんていうのかな、この間女性自身かなんかで第5年ぐらい前ですか、マニキュアしてるマニキュアやってる人たちがとか、ネイリストが子供が産めないナンバーワンになったとかね、いろいろ書かれてますけども、やっぱりね、こう色素とか、それから毒物がどんどん入っていくことによってですね、何が入ってるかというと、こうアルコールが入ったりとかするわけですよね。だからやっぱりこう薬とか毒物っていうか、そういうものが結局そのウイルスなんかをパワーアップさせてしまうというか、強くさせてしまって、だから抗がん剤なんか私もそうだと思うんですよ。だんだん強くさせるからね、耐性になる。だからなんでがんの話するかというと、私もがんばっかり見てきたのでね、もう今府立大学とかの先生方とかといろんなお話ししたりとかするんですけど、やっぱり産婦人科先生でも本当に子供さん出てきた時にもうシャンプーとかもうトリートメントの香りをもうプンプンするのっていうようなこととかね、もう体中に薬剤が入りすぎてるんですよ、皮膚から。でそういうことになってくると、そういうものに強くなってしまう。結局殺すことなんてできないんですよ。パワーアップさせていくばっかりで、どんどん隠れていきますから、でどんどん出場していくということで、私はね、ちょっと
10年30年かかるものだったら、これ2センチするのにもう10年から30年かかるの違うかなと思ってますよ。何が言いたいかというと、そんなに手を加えたりとかそういうことをするとね、余計相手はパワーアップするわけですよ。だから最高の免疫力を上げていくという食事療法でどんどん強くしていけばいいわけだということを言いたいわけです。病気でも何でもそうなんですよ。みんな病気も全てウイルスとかそんなんですよ。カビだってものすごく増えている人も多いですからね。そういう人だって白血球をどんどん増やしていくことがすごく大事で、白血球って3000から6000、9000じゃないといけない。いや4000から9000の間が正常なんですけど、がんの症ってだんだん低いですよね。2000とかね、白血球の数が少ないですから、そういうことでこの腸内細菌っていうものはこの特許を取っているというのはですね、菌に関することも、この虫歯菌とか歯周菌とかこういうところもですよね。それから腸が良くなると隣の肝臓さんが毒素をね作らなくなってきますから、肝臓なんかも良くなってくるということで、コレステロール低下剤というもの、コレステロールはなぜコレステロール高い人結構多いですよね。ちょっと出てきてしまう。コレステロールは自分の中で作らなくなって腸が良くなってくるとちゃんと吸収もできてくるということもそうなんですけれども、コレステロールを下げるということがこの読売新聞のトップページになったんですね。これ副作用がないという、副作用がないということがいかに大事かということになってきますと、コレステロールが高くなりましたよって検査で言われても、コレステロールを下げる薬ということが副作用が多いということです。でそのコレステロールを下げる薬がまた肝臓をボロボロにしていくということになるんですね。だから人の腸内細菌、はい、戻してもらえますか。人の腸内細菌っていうのは人しか増えていきませんのでね、増やしていこうじゃないかというものなんですね。そういうことで体質改善をしていこうじゃないかということなんです。で腸が良くなってきますとね、だんだんと体の骨とか姿勢が良くなってきたりとか、それから筋肉なんかもできてきますし、やっぱ体の中の全てのところに栄養がいきます。臓器にもちゃんと栄養がいくようになってきます。ホルモンも酵素もできるようになってきます。そして、今まで栄養が届かなかったからそういう臓器だと。なので私自身もそうですけども、腎臓自身も全て入れ替わる。細胞が全部4ヶ月で入れ替わっていくわけですよ。でその一番最初に腸が入れ替わっていくわけですね。腸をどんどんこうやって毛を生やしてどんどんいい腸にしていく。でそして腸が良くなってくると毛が生えてくるからちゃんとホルモンや酵素も作れるようになってくる。それで栄養が入ってくる。今度もともとの腎臓もどんどん新陳代謝を起こしていく。新陳代謝をすると新しいものに生まれ変わっていく。生まれ変わったら古いのはどこ行くのって言うと、やっぱり回収してこないといけないということでは、リンパ管とかね、油に流れるリンパ管、血液、この辺も質も良くしていかないといけない。そういうことで1年2年してるうちにだんだん自分自身の細胞が全部変わっていって、逆パターン多いですよ。昔はものすごく朗らかで健康そうだったのに、最近はなんか頑固になってきたとか、なんか体の調子が崩れたとかっていうのは、やっぱり腸の状態が悪くなってくると精神まで侵されていったりとかしますよね。はい、そういうことで、はい、これですね。はい、お時間の方も迫ってきたようですので、髪の毛自身経皮毒の影響もありますから、私は石鹸シャンプーを必ず使っていただきたいと思いますし、やっぱりいい髪の毛を作っていくためにはそうなんですけれども、やっぱ髪の毛を太くしていくという、太くするということは栄養が届いてなかったら太くならないんですね。で髪の毛というのはですね、4本じゃない3本、1、2、3とこういうような形で並ばないといけないんですけれども、これが入るで、これが抜け落ちて、ね、1日100本抜けますから、そうすると髪の毛が次生えてくるのがこ
入るのに4年かかるんですよ。そして次抜けました、こうなりましたっていうのはこのパターンが多いですね。でこのパターンが多いです。これ細い太いですよっていう4年かかります。なので毎年同じ4年ごとにちゃんと栄養がきちっと髪の毛の方に行ってますかっていうことになってくると、ちゃんとこういう同じ本数でね、同じ太さが出てこないといけない。でも合成シャンプーを使っていらっしゃる方で新陳代謝っていうのは全部壊れてしまってますから、一本のところがこうやってマツコみたいにこうやって生えてる人が結構多いです。もうこういう人ってもう正常じゃないですから、もうなんかこれ抜け落ちて終わり。だから結構こういう方は結構多いですよ。だからこういう方って結構ね、若い時はね、もう髪の毛多いんですよね私って言われる方結構多いです。でこういう方は結構50歳以上になってくると全部抜け落ちてしまったりとかする方が多い。なので石鹸シャンプーを使っていくとどうなるかというとですね、こういうものが全部抜けていくんですよ。だから抜け毛多いですよ。合成シャンプーから石鹸シャンプーに変えられるともういっぱい抜けてきます。これいらないんですよ。昔生えたものですから、本当は取れていかないといけないのに髪の毛が抜けませんからね。合成シャンプーを使ってる人って髪の毛で、合成シャンプーを使って髪の毛がどんどん抜けていく人って病気ですよ。確実に栄養失調症からで、あれ髪の毛抜けないですよっていうのが抜けてきます。どんどん抜けないとおかしいんですよ。だんだんとその頭皮パッと触った時に頭の骨がこうやってつかめないといけないんですね。だからこうわーっとこう浮いてるような状態、多い人っていうのは。で抜けて、そしてこの正常な方に持っていかないといけないということでは、もう腸の腸内細菌をちゃんと増やさない限り、もうこれはもう絶対難しいと思います。そして、増えるこの細いのをまた抜けて、そしてもう一回太いのを増やすっていう、これはもう現実私がもう身に証明してますのでね、後で見てください。私ももう皆さんと一緒にずっと合成シャンプーしか使ってなかったんですよ。よかった。そういうことででまたこの太さにしていく、細いのを太くしていくということで、やっぱり栄養をちゃんと取っていかないといけないということですね。はい。ミネラルのことをお話ししてませんでしたけども、ミネラルというのはですね、根っこがあって実があって、これ根っこからこの根っこがミネラルなんですね。でその太陽を浴びてそのミネラルをこれ葉っぱですよ。これごめんなさいね、これ葉っぱです。でミネラルを吸うから、これ太陽でビタミンが作られるんですね。で太陽があるから実がなるんです。これ実ですけど、人参やとこうですね。でこっち側は違う実だとですね。で種、この種に多いんですよね、必須脂肪酸というのはね。で意外と根っこ食べられてません、種食べられてませんっていうのがありますから、やっぱりこの種が必須脂肪酸であるということもありますけど、ミネラルがないんですよ今の世の中ね。根っこがないですから。でミネラルがないからビタミンも少ないんです。でこのミネラルは牛乳みたいにカルシウムばっかり多いものを取っていくと、これは逆にカルシウムが減っていくんです。で牛乳飲むと逆にカルシウム欠乏になっていく。でサプリメントでもカルシウムとか鉄だけとかでこういう取り方は絶対良くない、ミネラルというのは。でね、これはね日本の本当にすごい先生が地質調査で北海道から沖縄まで歩いて、日本の国で一番ミネラルの濃度が高く、そしてバランスよく、自然界、私たちは先ほど一番最初に言いましたみたいに自然界で生きてるんです、動物は。だからその山の一番、日本っていうのはね、本当に軟水ですよね。硬水っていうのはカルシウムが非常に多くって、で世界中下流
ルシウムの多い硬水なんですけど、日本だけは軟水の国なんですよ。軟水の国というのはカルシウムばかりじゃなくて、カルシウムもマグネシウムもある程度あって、微量ミネラルがたくさん入ってて、必須ミネラルが非常にあるという、これがすごいんですよ。だから長寿国なんですね、水が良いから。だけど水道水になりまして、塩素があるというのももちろんダメですけど、やっぱり浄水器になってからミネラルがほとんどゼロになってますよね。なのでこのミネラルを作り出した先生というのはすごい先生でしてね、30元素、これね私が調べると60元素ぐらいもっとあるんですけれども、もう調べられないんですよ。もう00000ミネラルっていうのはこの自然界の状態のままここに来ないといけないんですよ。人間がいじったらダメなんですよ。この鉱物、岩の人間が生きられる日本の国の山っていうのは最高のミネラルの岩だから木がいっぱい生えてますね。世の中でハゲ山ばっかりです。バランスを崩さないでこのまま取って、そしておしっことか汗とかで出していく、老廃物を出していくという意味ではもう最高のバランスですね。だから最高金賞をいただいてます。でこのミネラルを取っていかないと人間の細胞の中に水というものが入らないんですよ。だからアクアポリンという場所がありましてね、この中に入りたいんですよ、水が。ただの水では入らない、水道水では入らない。ミネラルがなかったら入らないですよってノーベル賞をもらってるのはピーター・ブリ先生がという博士ですけどね、アメリカのノーベル賞でミネラルというなのでミネラルを水道水とか、それから塩素なんかも分解したりとか、いらないものを分解したりとかしますし、キャップ2、3倍でいいですから、そのいっぱいでももうとにかくいくら飲んでもいいんですよ。おしっことしてガーッと出ていきますから、とにかくバランスを崩れないような、それで水をどんどん取っていく、それが一番大事なことで、水の飲み方は 2.5 リットル必ず飲まないといけない。水分を合わせてね。で水はね、もう3リットルでも4リットルでも飲んだらいいんですよ、飲めるものなら。でミネラルがなかったらダメですよ。ミネラルなかったら水はここにこの辺にこうやってむくむばっかりですよ。水太りっていうかね、全然入らない。だからこれではダメ。ミネラルがあるからこそです。だから熟成させて入れといてすぐ飲むんじゃなくて、本当はね1日ぐらい置いといた方が一番いい。本当はよく振って、で 2.2 リットル飲んでますってさっきの回でも言ってましたけど、お二人も手挙げられましたけども、ほとんどでしょ1リットル。もうこれでは絶対ダメですよ。まずやられるのは胃潰瘍になります。なので水は絶対ミネラルの水を飲まないといけないということと、1時間に 200cc 飲んでますかっていうことですよ。1時間に 200cc 飲んでるとかける10時間で2リットル。1時間に 200cc 飲めない。それ言われたらみんな飲んでないっていう、みんなに飲めない。だから思ってるほど飲めてないんです。水というものは意識して飲まないといけないと思いますので、これだけでも体には健康がいいです。なんか調子悪いわと思ったらまず水飲むことです。風邪ひいたわと思った時にまずやらないといけないのは抗生物質なんですよ。医者が走るんではない。まず水を飲むこと。子供でもそうですよ。水が切れたらギャーギャー泣きますから。子供はよう泣いてるでしょ。もうデパートとか行くともうギャン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 行くって水を飲ましてないんですよ。特にミネラルの水がなかったら入っていかないですから。脳が渇いてしまってる。だからベビーの対応する、ね、赤ちゃんのお母様2人ギャーギャーはね、私が喋った時みんなすやすや寝てるのなぜか子守歌のようにね、なんか私のこの声は低音でなんかすごい子供たちに癒しみたいですよ。もうみんな子供さん寝てるんですよ。で私がやめるでしょ。そしたらギャー泣き出すんですよ。もう終わったらおかしいでしょ。
まあいいですけどねそれでギャーと言うからお母さんが連れてきて「もう静かになさい!」とかって言うんですけど、私このミネラルいっぱい入れて「はい飲みなさい」って言ったら「ピタッ!」って泣きやむんですよ全員。すごいでしょ。このミネラルっていうのは人間はね絶対ミネラルがなくて生きていけないんですよ。本当に腸内細菌も微生物も水がなかった、水があるから繁殖するんですよ。だからお肌のベストウォーターがなかったらもうスチームパックしてくださいよ。なんかあったらもう水が不足するとばい菌がつくんですね。水は絶対必要だということです。それからですね、今から健康ドリンクのお話をしますけれども、これが最高の免疫力を上げる、もうサプリメントなんか飲んでも何の効果もなしですからね。メリケン語に入れてるようなものですから、それからミネラルは絶対サプリメントで飲んだらいいんですね。はい、369のこれオーガニックのね、オーガニックというのは無農薬で有機栽培じゃないと絶対ダメです。これが細胞膜、脳みそを作る原料になりますから、機能を高めていくホルモンを作るものですから、大さじ1杯必ず必要です。アマニ、ボラジ、これがガンマリノレン酸、アルファリノレン酸ですね。すごいですよね。ガンマアルファリノレン酸が 60% ぐらい入ってるんですよね。だからいくら腸が悪い人でも嫌でも吸収していく。もう普通やったらこのオイルの中にちょっとしか入ってないからそれを吸収することができないから、でも 60% も入ってたらもう嫌でも入ってくるわけですよ。それでホルモンを作っていきますから。でこれ大さじ1杯を本来ミルサーをね使っていただきたいんですよ。オイルだけを飲まれる方はお酢でシェイクしてドレッシングみたいにしてトマトジュースとか野菜ジュースの中に入れて飲まれたらいいと思うんですけど、今日のお話は必須アミノ酸、必須脂肪酸、必須ミネラル、いわば免疫力を高める最高の、食事療法で言えば、これを3つ、必須脂肪酸ですね、1番今入れました大さじ1杯、プラスこれですね、ご自分がですよ、ちょっともう体質改善をしてきちっとやっていきたいわって言われる方でしたら、ここにお酢を入れてください。お酢入れます。で、今日はミルサー持ってきてませんので、ここで本当はね、ミルサーをかけると最高なんですよ。手振りでやるよりかよっぽど効果はあります。これはリンゴ酢ですね。ちょっと有機栽培の持ってきましたように色が濃いですけども、ここで一回シェイクするんですね。ミルサーっていうのはお茶の葉っぱを粉茶にするじゃない、ミキサーではないですね。ふわーっとやってしまう。でここにですねプラスこれ必須アミノ酸っていうのは卵が一番いいんですよ。生卵はコレステロールが上がるからって言われてるのはあれは嘘です。世界中で報道がねありましたね。ウサギに、卵を食べさせたらコレステロールが上がったり全世界の人間がびっくりしたわけですけども、訂正が入ってないのは日本だけですね。卵というのはレシチンがありましてコレステロールを下げるんです、逆に言えば。で卵というのは必須アミノ酸、完全アミノ酸が入ってますから一番吸収もいいですから、ここでお酢が入ってますからこの油が吸収しやすいというのもそうですけど、こっちの卵がお酢によって腐敗しないです。で腸が悪い方とかアレルギーの方でも大丈夫です。でミルサーをかけて、卵ちょっと抜きました。今日は卵持ってこれませんので、そこでこれは 2,3 倍入れてください、ミネラルを。でここでミルサーっていう形になりますね。卵1個ですね、 2,3 倍必須ミネラルはこれですね。で、お酢は大さじ1杯でもいいし、その半分でもいいです。で大さじ1杯ですね。これで朝飲んでいただきたいわけですね。卵が入ってませんけれどもミルサーで作ってください。でこれで善玉菌で、ここにこの善玉菌ですね、これが先ほどの腸内細菌が3兆個入っておりまして、1本で3兆個ですから3分の1で1兆個。最近のヨーグルトはだいたい100億個ですから、100億個と、もうヨーグルトが
善玉菌を増やしませんので、人間の体の善玉菌は。善玉菌というのは人の善玉菌じゃないと増えません。増えますという特許を取っているのは。なのでヨーグルトの菌たちは、あれはヨーグルトの菌たちはですね、この善玉菌たちとの質は全く違います。